バンエックがソラナ ETF 申請、ソル急騰。トランプ大統領の誕生がソルを爆発させる。選挙年の株価傾向も解説。2025年バブル間もなく。本日も K によるファンド分析とリンによるテクニカル分析で市場を考察していきます。Hello, Crypto Assets Holders。おはビット。このチャンネルは FX トレーダーのリンと実業家兼投資家の K によるテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を徹底追求したこれまでにない最強の投資チャンネルを目指しています。ビットコインを中心に米株、ドル円なども分析。エンタメではなくガチで勝ちを目指すチャンネルです。ファイヤー、送り人、自由を目指す方、共に金融リテラシーを高めていきましょう。Hello, Crypto Assets Holders。うさビット K です。本日も重要ニュース、重要ファンダについて解説をしていきます。後半パートではリンによるテクニカル分析を共有していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。なんといっても本日の主要ニュースはこちらでしょう。バンエックがソラナ ETF を申請し、ソルは 8% 上昇。資産運用会社のバンエックはソラナ・ソル上場信託 ETF を申請した。これは米国で初めての登録である。ネイティブトークンであるソルはビットコインやイーサなど他のデジタル商品と同様に機能すると考えていますと、バンエックのデジタル資産研究責任者は X への投稿で述べ、ソルは証券ではなく商品であると主張しています。ブロックチェーン上の取引手数料や計算サービスの支払いに利用されますと同誌は書いている。複数の専門家はイーサ ETF が承認された場合、そのようなファンドに組み込まれる次のコインはソルになるだろうと述べている。これは2番目に大きい暗号通貨との類似性からソルがコモディティに分類されるからである。しかし彼らはそのような商品に関する話し合いは2025年まで始まらないだろうと示唆している。スタンダードチャート銀行のアナリストはリップル社の XRP が可能性のある選択肢ではないかと話している。またトランプ氏が選挙に勝利し、選挙運動で公約した仮想通貨に関する約束を実行すれば、ソルが短期的に ETF になるために必要な変化をもたらすことができるかもしれない。ソルは米国のプロジェクトであり、クリプト史上3番目の時価総額を誇るトークンであることから、アメリカファーストのトランプが大統領になった場合には、ソルの飛躍可能性が高まると個人的にも考えています。7月にはイーサ ETF 承認の可能性があります。個人的には以前から話しているように、主要なトークンは ETF 化され、インデックスのようなものができてくると想定して投資すべきプロジェクトを検討しています。続いて米経済も見ていきましょう。本日は大統領選挙討論会がありました。いよいよ本格化するトランプ vs バイデン。仮想通貨や米株に投資する投資家としては何としてもトランプに再選を果たしてもらいたいと考えているでしょう。歴代大統領選挙当選時の当落率を見ると、トランプ氏は5位で13.6% の上昇を持つ男です。また、景気後退、ショック相場を除く選挙年の株価の推移を見ると、投開票が行われる11月以降の株価は上向きになり、年末高になる傾向があるようです。これは、大統領選挙をめぐる不透明感が後退することが理由と考えられます。それから、グラフを見ると明らかに、9月、10月あたりの下落が目立ちます。選挙開票前の不透明感から下落する傾向が高いです。ただ、基本的なアノマリーでは、大統領選挙年末から翌年にかけてのパフォーマンスはプラスになる傾向が非常に高いです。つまり、9月、10月あたりには調整と買い場が来る可能性があるということです。9月から11月には米国利下げの可能性も高く、そのあたりがやはり今年の買い場となる可能性が高そうに考えます。また、今月は第2四半期の締め月です。本日17時には大量のビットコイン、イーサリアムのオプション満期、21時半には PCE も発表されるため、大きなボラティリティには警戒です。詳しくは昨日の動画で解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルでは、仮想通貨界隈で最も深い内容を最もコンパクトにまとめて配信することを目指しています。ここまでの動画が良かったと思ってくれた方は、いいねをポチッと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。後半パートでは、より詳細で明確な数値をテクニカルの観点から共有してもらいます。
それでは後半パート、リンに代わり、テクニカル分析に移行します。日本国内で海外取引所を利用するなら、ビットゲット一択で間違いありません。ビットゲットローンチプールやローンチパッドは BGB を保有しているだけでリスクなくコインをもらえますし、利益率が高いのでおすすめです。ビットゲットガバナンストークンであるその BGB 自体も非常に強く、1年で10倍になっています。また VIP ユーザーへの待遇も素晴らしく、様々なイベントへの招待があります。ぜひ私たちとイベントでお会いしましょう。ご興味のある方は、ぜひこの動画の概要欄にあるビットゲットリンクから登録してみてください。私の専用リンクから登録すると、手数料が永久 30% オフになります。そして無料オンラインサロンもやっています。毎日のテクニカル分析やビットコインの買い場、投資ポートフォリオなど、サロンメンバー限定に公開していますので、そちらもご興味のある方は、この動画の概要欄からご参加ください。おはビットリンです。本日はビットコインとソラナを分析します。それではテクニカルパートスタート。まずビットコイン週足から見ていきます。現在61,600ドル。昨日から少し反発しましたね。下髭を長く作り、この週足レベルの上昇ライン、そして61,350ドルあたりのサポートラインより上に来ました。週足はこのあたりより上で確定すると、ダブルトップからダブルボトムへの転換期待が上がります。日足は先ほど週足で見た長期上昇ライン付近でもみ合いしていることがわかります。このように短期足でも上か下かの分岐点として意識されていることがわかります。日足4時間足レベルの短期足では三角持ち合いになってきていて、どちらかというと上に来そうな持ち合いパターンに見受けられます。上昇転換するためには63,000ドルから64,100ドルあたりのこの水平ラインを上抜けしなければなりません。ここは逆三尊上抜けし急騰したポイントですね。まだそこまですら到達できていないのが現状です。そして日足4時間足の短期では下抜けした下降ウェッジが意識されています。現在はウェッジ上限ラインにトライ中ですが、レジスタンスが効いていますね。ここを上抜けできないとまた売り叩かれ64,100ドルあたりまで下落してしまいそうです。月足は来月上昇するなら実体安値、この67,000ドルあたりの実体安値、ここを切り上げして確定したいですね。切り上げすれば可能性はだいぶマシになります。来週月曜日は週足、月足、3ヶ月足、半年足が同時に確定します。月曜日にしっかりそれぞれ分析します。続いてソラナ。こちらは昨日バンエックがソラナ現物 ETF を申請し上昇しましたね。ソルは週足日足レベルで大きなディセトラ中です。サロンでは先に共有しましたが、個人的な経験則ではこのディセトラを素直に下抜けよりも上に抜けそうなパターンに感じています。現在はこのディセトラ下落ラインで頭打ちとなっています。このラインをいつ上抜けるかですね。ソル月足は悪くないです。4ヶ月間の実体安値ポイントから下髭で反発しています。月足から見ても先ほどのディセトラ上抜けしそうに見えます。いかがでしたでしょうか？来週月曜日には重要な上位足が同時に確定します。2024年後半に向けてぜひチャンネル登録をして動画更新をお待ちください。この動画が参考になった、また見たいと思ってくれた方は、グッドボタンもいただけたらとても嬉しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。